どうも、きつね丸です。皆さんは今年の夏の酷暑に対する備えは進んでいますか？日傘もそうですし、ハンディ扇風機もありますよね。サングラスも大事です。空調服なんていうのもアイテムとしてありますよね。こういった、体への、対策ももちろん重要なんですけれども、もう一つ大事なものがあります。それは PC への夏対策グッズです。今日紹介するのは三和サプライから発売されているペルチェ冷却ノート PC クーラーというアイテムを紹介します。ペルチェ、つまり冷却のプレートでノート PC を冷やして夏の暑さや高負荷に対する熱の発生から冷却してくれるというアイテムですね。ひんやりプレート付きのハンディファンなんか使ったことある人はわかるかもしれませんが、あれがまた冷たくて気持ちいいんですよね。そういったものがこっちのクーラーにも使われています。これは期待できそうじゃないですか。気になる方は最後までぜひ見ていってください。それでは今日のクラ活スタートです。さて、中を開けていきましょう。今回は通販で買ったっていうこともあって、特に簡易包装になっているため箱に封とかもされていません。で、ついているのがUSB の Type-A to Type-C のケーブルですね。それと、クーラー本体。あと、クーラーを、足を使わずに置きたい時のゴム足だそうです。この3つが入ってました。で、クーラーの方を開けてみると、このようなちょっと小型のなんか GPU ファンみたい、GPU のね、クーラーみたいな形ちょっとしてますね。で、普段はここをこうやって足を広げて置くそうです。置いて使うんだそうです。ここを全体がペルチェで冷却されるようですね。ペルチェと風を使って冷却するのかなと思ったら、基本的にはペルチェを冷却するためのクーラーが別途ついているだけで、ペルチェプラス風でというよりはペルチェで冷やすみたいですね。あと、ここの台ですが、こんなように角度がつけられるようになっているので、乗せるものの種類によって柔軟に角度を変えられるようになっているようですね。それで後で実験をちょっとしてみますけれども、ここに Type-C の入力端子があります。ですが、あくまで形状が Type-C なだけで Type-C の充電器、USB 充電器などの入力には対応していないとのことです。なので、この Type-C to Type-A のケーブルを使って Type-A を持った充電器を使う必要があります。PD などにはもちろん対応していません。ですので、使用する際は Type-A のポートがある充電器をご用意ください。5V2A 使うそうですので、結構電力は食いますから、ノート PC から直接電源を取るっていうのは避けた方が良さそうですね。別途 USB の充電器を用意した方がいいと思います。それではですね、これから実際にペルチェでどれぐらい温度が下がっていくのかというのを計測してみたいと思います。実際に USB 充電器を用意しまして、これを接続し、1分ごとに、温度を測っていって10分まで今回測ってみようと思います。そして計測方法ですが、USB 充電器にこちらのクーラーを接続して冷却を始めながら、ここの青いシールを貼った点を温度計で計測していきます。それを時間1分ごとに計測して10分まで測って温度の推移がどうなるかというのを測ってみたいと思います。一応予想とすればペルチェなので1分後か2分後にはある程度の温度にまで下がってその後安定するというふうに見ているんですけれども、どうなるか実際に実験で計測してみたいと思います。それでは計測してみますので、少々お待ちください。それでは10分間計測してみました。
計測結果をお見せする前にびっくりした点が一つ、付属していたケーブルが USB のマイクロ USB to USB-A でした。でもこっちの端子は USB-C なんです。付属してるケーブルが間違ってるってどうなのよって気がするんですが、これは後でメーカーに問い合わせですね。こんなこともあるんですね。さて、計測結果の方です。グラフにも表していますけれども、最初 25.2 度ぐらいの温度だったのが 13.6 度ぐらいまで5、6分安定しました。その後14度から13度のあたりをちょっとうろうろしているという形になりますね。ちなみに室温は 23.8 度なので、だいたい10度ぐらい温度が下がる。室温に比べて10度ぐらい温度が下がると思っていただければいいと思います。実際に今も冷却中なんですが、手で触ってみると相当冷たくなっているのがわかるので、これはなんか効果が期待できそうだなっていう感じがしますね。それでは今度は動作も見れましたので、次は本当に USB-C to C で動くか動かないのかというのを実験してみたいと思います。最悪でも壊れることはないと思うので大丈夫だと思いますが、これで接続して動くかどうかっていうのを見てみます。動いちゃいましたね。もう USB 充電器の方にもちょっと相性というのはあるかもしれませんが、普通に USB で動いちゃったな。AC to C で。マニュアルにはこれでは動作しませんと書いてあるんですけれども、気にせず USB-C 端子使っちゃって良さそうです。やっぱり一番問題になるのは、そうするとこれだな。使いどころがどこにもない USB Type A to マイクロ USB ですね。しっかり温度も下がっているので問題はなさそうです。充電器の相性によっては動かない可能性もありますので、その点だけはちょっと、こちらとしても保証できませんのでご注意ください。それではですね、次は実際に PC にこのクーラーを使って、冷却効果がどれだけ得られるかというのをちょっと試してみたいと思います。まず方法としては、これを電源を入れない状態で PC の下に台として置いて、スティールのバットのストレステストを行って、そのスコアを見ます。そして今度は電源を入れた状態でまず30分 PC を冷却します。そしてその冷却を続けたままストレステストをもう一回かけて、そのスコアを出して、その比較をし、どれだけ効果があるかというのを見てみたいと思います。それではまず、冷却具を使用せず、あくまで PC 台として使用した場合のテストを行ってみたいと思います。まず、クーラーをつけない状態での計測が終わりました。91.19% のというスコアになりましたね。これを今度はクーラーをつけた状態で1回30分、冷却して、それからもう1回走らせてみたいと思います。はい、テストが終わりました。クーラーをつけた状態でのテスト結果は 94.65%。クーラーをつけていない時の状態が 91.19% ですから、安定性がかなり向上したことが分かりますね。やっぱりペルチェクーラーによるクーラーは非常に効果があったと思います。キーボードの上はほんのりあったかいですけれども、そこまで熱いという感じではないですね。触れないほど熱くなってるわけではなくて、ほんのりちょっとあったかいなぐらいなので、冷却効果は十分に表面にも現れていると思います。実際あまり負荷をかけない状態でクーラーをつけた状態にしておくと、どちらかというとひんやりしてきますからね。それぐらいのクーラーの効果があるということを考えれば、この結果は非常に大きなものではないでしょうか。このクーラーなかなかいいなって思いましたね。それではこれまでの使用感とベンチマークのテスト結果、こちらを踏まえてまとめに入りたいと思います。というわけで、ここまでペルチェ冷却ノート PC クーラーのレビューをしてきました。撮影の都合で
昨日一日実際の動画作業をしながらこのクーラーを使ってみたのですけれども、非常に効果があったなと思ってます。普段は MacBook Pro でもエンコードをかけたりすると結構な熱を持ってキーボードが熱くなるんですけれども、それがほんのりあったかいぐらいで収まりましたので、非常に効果あるんだなっていうのがよく分かりました。実際にストレステストでも同じような効果も得られましたしね、それが実作業でもちゃんと効果があるんだなっていうのが分かったっていうのは非常に嬉しかったところですね。逆に不満点もいくつかで見えてきました。まず不満点の1個は電源がないところですね。電源って正確に言えば電源スイッチがないところです。裏側に USB Type-C ポートがついてはいるんですけれども、ポートに USB を挿すか挿さないかで電源オンオフを切り替えます。なので挿したままスイッチのオンオフができないということなんですね。一日の作業が終わってじゃあ PC を畳んで終わりと思っても、ここのケーブルを挿したままだとペルチェのクーラーがずっと動いたままになってしまいます。なので最後にペルチェクーラーのケーブルを引っこ抜くっていう作業が一手間増えるんですね。せめて電源スイッチだったらなーっていうのがちょっと音波を思うところですね。24時間使ってるっていうんであればそれはそれでいいんでしょうけど、24時間使うものではないものに対してこれはちょっと、不便だなと思った点です。でもう一個不便だなと思った点が、ノート PC の高さですね。この台は結構柔軟に角度をつけられるように工夫はされてはいるんですけども、おそらくノート PC というよりはタブレットなんかも使うために低く設定されてるんですよね。もうちょっと背が高くてもいいかなって思うのが実際に使ってて感じたところです。例えば、極端な話だとノート PC をかなり45度とかそれぐらいの高さにまで上げてディスプレイを目線の高さに合わせて使っている方っているじゃないですか。ああいうような使い方はもちろんこれだとできませんし、もうちょっと角度が欲しかったなっていうところが実際のところですね。そういったところで使い勝手の不満さはあるんですけれども、それでもここまでちゃんとしっかり冷却してくれるノート PC クーラーっていうのは割と好印象だなっていうのが便利だなって思うのがありますので、私自身はこれしばらく使ってみたいなって思いました。私と同じように、ノート PC を高負荷かけてキーボードが熱ってなるぐらい、触りたくなくなるぐらい熱ってなるような使い方をしている人には試しに使ってみてほしいなって思うノート PC クーラーですね。逆に極端に冷やすものではないので、ノート PC が低負荷で使っているような場合はエアコンの効いた部屋で扇風機を当てている方がよっぽど冷えたりはします。その点を考えれば、向く人向かない人っていうのはだいたいそれでノート PC の使い方によって分かれるのかなっていう気がしますね。それではこのペルチェ冷却ノート PC クーラーのレビューはここまでにしたいと思います。皆さんどういう風に感じたでしょうか。もし自分も使えそうだなとか、これ気に入ったなと思った方は高評価ボタンやチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。質問や感想、一言コメントなどでもいいですので、コメントもぜひ残しておいていっていただけると嬉しいです。一つ一つ全部読んでいきますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回のクラカツでまたお会いしましょう。さようなら。